今岐阜県の恵那市にいます。この280万円の NV200 キャンピングカーを借りてレビュー車中泊旅に出ています。こちらはエムズアートさんの新作キャンピングカーになります。今日は高速道路旅に行ってきます。昨日は一般道山道を走行してましたが、キャンピングカーとは思えないぐらいよく走り、よく曲がりました。高速道路での走行性能も楽しみです。今回の旅で気になるのがこの中の遮音性です。高速道路などパーキングエリアはエンジンつけっぱなしで休まれている方が多いので、外の音かなりします。この NV200 は天井断熱とサイドに家具、そして全ての窓に遮光カーテンがあります。なので外の音を抑えてくれるんじゃないかなと期待しています。車内レイアウト、昨日はこのソファーモードで一晩過ごしました。足も下ろせてすごい楽でした。今日はこれ敷き詰めてフルフラットモードで過ごしてみます。展開はすごい簡単で、この板をはめるとフルフラットになります。これで横幅139センチ、長さ180センチ、高さ95センチのこの空間が誕生します。もう本当に自分の部屋を持ち歩いてる感じですね。この床下は丸々収納になりますので、収納力は桁違いでアップします。ただですね、これもう一回これ板外すんで取り出しにくくないか、この辺も体感してみます。そしてこの売りの超薄型のビルトインエアコンも今回フル活用して快適に車内で過ごします。高速道路を走行して何%バッテリー充電されるかも確かめます。現在の残量は 36%、 サブバッテリーはリチウムバッテリーで容量 200Ah あります。この走行車に食べ物やクッカーやシュラフなど全て収納しています。先ほど燃料タンク満タンにしましたので、高速道路の燃費も計測していきます。はい、高速道路入ります。はい、で合流します。フル加速です。もう一瞬で80キロになりました。これは快適です。現在80キロで高速道路を走行しています。エンジンの回転数は約2000回転ですね。加速の時も強く踏み込めばエンジンの回転数が上がって一気に80キロに加速しました。余裕のパワーという感じがします。多少上り坂になってもそんなに失速することもなく、ほんの数ミリアクセルを踏めばすぐに速度を維持してくれます。結構直進安定性も良くて、ハンドル握ってるだけでまっすぐ走ってくれる感じです。はい、きつめの上りに入ったんですけど全然余裕です。先ほどから途半車線も何本か走ったんですけど、もう本当イメージでは1センチ踏み込めばきつい上りでもすぐに80キロに達してくれます。そこからさらに踏めばきつい上りでも加速してくれます。80キロで走行している分にはかなり車内は静かです。タウンエースと比較してもこちらの方が静かだと思います。この辺は車内の鉄板むき出しのボディ部分が内装のカバーで覆われているのも関係しているかもしれません。本当キャンピングカーというか乗用車乗ってる感覚です。今現在岐阜県で間もなく愛知県に入ります。日ももうすぐしたら落ちて暗くなりそうです。最終愛知県のエムズアートさんにこの NV200 返すんですけど、どのルートで行くかまだ決めてません。次のサービスエリアかパーキングエリアで止まってお茶でもしながらルートを決めたいと思います。高速道路を少し走行しただけなんですけど、キャンピングカーにしては全然疲れない気がします。高速道路の駐車場に駐車してみた感じなんですけど、比較的コンパクトな車なんで駐車は余裕です。前はこのぐらい空いていて、後ろもまだ若干余裕がある感じです。左右の幅もこちら側は少しだけ開けといて、反対側はちょっと多めに開けてる状態なんですけど余裕ですね。これだったら真横にぴったり車がついてもドア開けられます。キャンピングカーだと横につけられると開きにくいんですよね。いつもの癖でもう一番端に止めてるんですけど、この車だったらもう真ん中止めても全然問題ないと思います。それでは車内で少し休憩します。
ごちそうさまでした。いや美味しかったです。しかしこの空間、高速道路の駐車場とは思えませんね。フルフラットいいですね。自分はこの車だったらこっちの方が好きかもしれません。ただ長時間のフルフラットだと足に負担かかる可能性ありますんで、この辺も体感しながらどうだったのかお伝えしたいと思います。とりあえずこのフルフラットにして、まず最初にしたのが冷蔵庫の位置変えました。こっち側に移動しました。最初こっちだったんですけど、ここの真ん中のソファーなんですけど、冷蔵庫入れてたら取り出せないんですね。この真ん中のとこちょうどぴったりはまってるんで、紐とかないとこの開けるのが大変でした。端はこんな感じでスペースがあるんですごい開けやすいです。助手席のすぐ後ろのこちらのソファー下は開けるとゴミ箱にすぐアクセスできます。でこれはクッカーとかですね、調理器具入れてます。でこれ下駄箱なんですけど、これがこのソファーの台になってるんですね。こんな感じでソファーを支えています。今からエムズアートさんに帰るルートなんですけど、現在地がここで、エムズアートさんは愛知県の静岡県寄りの豊橋市です。こんな感じで名古屋市内を通って帰りたいと思います。途中お風呂も併設されている刈谷パーキングエリアありますんで、そちらに寄りたいと思います。ここから先はジャンクションが連続します。急なコーナーが多いんで、このキャンピングカーに仮装された NV200 の高速道路でのコーナリング性能を確かめます。あとこれからトラックもかなり走りますんで、トラックを追い越されるときですね、風の風圧で揺れたりしないか、その辺も確かめます。今から合流しますんで、40キロから80キロまでフル加速タイム計測してみます。せーの、はい。はい、予想よりも速い加速でした。本当にスポーツカーちゃうんかっていうぐらいウィーンっていう感じでエンジン上がって、今まで乗ったキャンピングカーの中で一番速いんじゃないでしょうか。これはこの NV200 の性能がいいっていうのもあるんですけど、後ろの仮装されている家具ですね、こちらが軽量なんであまり重くない証拠だと思います。もう本当運転中はキャンピングカーと思わなくていいですね。普通の車です。はい、かなり急なジャンクションのコーナリングです。すごい地面を吸い付くような、全くロールしません。スムーズに曲がっていってくれます。走っていて気持ちいいですね。名古屋市内入りました。名古屋市内の高速道路は制限速度が60キロなんですね。この名古屋市内のビルの夜景を見ながら走る高速道路、なんかいいですね。ワクワクします。はい、到着しました。刈谷パーキングエリアの名物、観覧車もしっかり見えます。駐車したすぐ後ろはトラックはエンジンつけて休まれています。なので結構音はします。この環境だとさすがに晩婚は車内の音かなり聞こえると思います。まずは車中泊のセッティングしていきます。やっぱりエンジン音は聞こえるんですけど、かなり静かになりました。これだったら全然寝れると思います。一度このスペクトロアナライザーで音量を調べていきます。まずはこの開けてる状態、やっぱり開けてるとまあまあうるさいですね。それでは締め切ったこの車内測定します。62デシベルでした。ないことはないんですけど、車内でクーラーつけてるぐらいの音量ですかね。次は一旦このカーテン全部閉めてみます。はい、閉まりました。これで音量を測ってみます。61デシベルでした。これはもう誤差の範囲だと思います。それでは今日はここでゆっくり過ごします。バッテリーなんですけど、約1時間半ぐらい走行して 68% になりました。33% 増えました。かなり増えましたね。やっぱり高速道路はずっと走行してますんで、走行充電の効率いいようです。車中泊の準備はもうこれで OK ですね。一瞬で終わりました。刈谷パーキングエリアは温泉併設されてますんで、一風呂浴びてきます。はい、じゃあ着替えを取って行ってきます。ここはパーキングエリアなんですけど、この漂い遊園地感、やっぱり刈谷パーキングエリアは楽しいですね。この併設されている柿つばたの湯は夜10時まで開いています。最終が10時なんで結構遅くでも入れるのがありがたいです。昨日は
山奥の人の少ない温泉。今日はたくさん人がいる温泉でした。こうやっていろんなお風呂入れるのも車中旅の醍醐味ですね。お風呂上がると肌寒くなってきました。今日のお昼は30度超えて暑かったんですけど、やっぱりこの季節寒暖差が激しいですね。今回の NV200 のようなバンコンタイプだったら寒暖差にすごい弱いんですけど、やっぱり走りがいいのでその辺が悩ましいところです。しかしこの車が誰もキャンピングカーとは思ってないでしょうね。8ナンバー登録、これ8って書いてるんで、見る人が見たらキャンピングカーってわかると思います。車内戻ったらすごい落ち着きます。それではもう先にパジャマに着替えておきます。今現在外気温は 23.8 度、中は 22.1 度とすごい過ごしやすいです。お腹空いたんで晩ご飯にします。今日はこのインスタントのどん兵衛をいただきます。一手間加えてあんかけどん兵衛にします。まずは一旦お湯を沸かして薄にどん兵衛作ります。調理に使う電球は助手席に置いているポータブルバッテリー使っていきます。いや、見た目はかなり美味しそうにできました。味はどうでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったら急に眠たくなってきました。今回も洗い物なしなんでちゃちゃっと片付けて歯磨きします。やっぱりこうやって小さくてもシンクがあることによって歯磨き中でできるので、車中泊では本当ありがたいです。はい、今日もこの薄めのシュラフで眠ります。昨日このベッドで寝た時はちょっと硬いかなと思ったんですけど、慣れたらいけるような気もします。また明日の朝起きてどうだったかお伝えします。やっぱこうやって一人で寝るとすごい広いですね。寝てみたらですね、こっち頭にしてたんですけどちょっと下がってました。なんで今日はこっち側で眠ります。あ、そうですね、やっぱこっちの方が寝やすいですね。このクラスのコンパクトなバンコンでもフロフロだったりするとこんなに広いんですね。自分キャブコン持ってるんですけど欲しくなりました。この NV200 なら気軽にどこでも行けるし、山や高速でも車の流れについていけるのでストレスなく冒険できそうです。もし自分がこの NV200 キャンピングカーを所持できたら、誰も行かないような国道とかに行って行き止まりでカップラーメン食べて気ままに車中泊したいです。そんなこともできるのがこのクラスの魅力ですね。ただ実際2泊3日旅で使っていると不満も出てきました。明日エムザートさんに返却する前にまとめてお伝えします。
おはようございます。暑くて目が覚めました。軽く汗ばんできました。車内の温度 29.6 度ですね。外気温は 21.8 度です。外は約22度なんですけど、中はやっぱり直射日光当たると30度近くなってます。晩婚のキャンピングカーは朝は目覚ましではなくて暑くて起きるのが恒例になってきました。外は涼しいんで一旦開けて空気入れ替えます。ドア開けると涼しい風が抜けていきます。この目隠しいいですね。後ろのドア両方開けてるんですけど全然外から見られません。でも隣に車入れるときはやめた方がいいかもしれません。一旦空気入れ替わったんで閉じて着替えます。閉めて5分も経たないんですけど、もう汗ばんできました。車内の温度 29.8 度、もう30度になりますね。一旦トイレ行って少し散歩してから車内戻ってクーラーつけます。この調子だったら車内はどんどん温度上がってくると思います。何度まで上がるんでしょうか。ここのね、高さはそんなないんで乗り降りはしやすいです。外は涼しいです。中はもう軽く蒸し風呂状態ですね。カリアパーキングって確か総工費1億円のトイレありましたよね。そちら使ってみます。こちら側の駐車場はハイエアオアシスになります。安心して車中泊できますんで、音も静かだと思います。テント虫止まってますね。こっちはハッピーワンですね。この新色の色すごい可愛いですね。やっぱりボディがキャブコンタイプだったら、この外気温20度台でしたら涼しく過ごせると思います。この辺はキャブコンタイプとバンコンタイプ、本当に走りも含めると一長一短で悩ましいところです。ハイウェイオアシスの前にありましたデラックストイレです。これ1億円ではありませんでした。4億円でした。めちゃくちゃ豪華で綺麗でした。もう一瞬お金払うかなと思いました。中は絨毯が敷き詰められていたり、ラウンジがあったり、トイレの数も多くて、完成照明がたくさん設置されていて、確かにこれはお金かかるなという感じでした。さあ、車内何度になってますかね。外気温を測定している温度計はこんな感じでタイヤハウスの中に入れて日陰の中に設置しています。外はまあまあ涼しいです。サウナ状態ですね。外気温 23.6 度なんですけど、中は 33.2 度です。バッテリー残量は 62% です。もうマックスでいきます。5分ぐらい経つと涼しくなってきました。現在車内の温度は 24.9 度まで下がりました。下がったので風量はもう10にしておきます。開放感を得るためにこちら側のカーテンを開けています。火はこっち当たってますんで、こっちは問題ないと思います。それではパパッと朝ごはんいただきます。換気扇がないので匂いが出ない調理にします。パンをくり抜いて目玉焼きサンド作ります。コーヒーと合いそうな朝食ができました。それではいただきます。ごちそうさまでした。パパッと作りましたが美味しいモーニングセットでした。それでは片付けて高速道路旅まだまだ楽しみます。ナイフだけ汚れてしまったんで
上立てして軽く拭き取ってから水で洗っていきます。こういう時にこのミニシンクってすごい便利ですね。こんな感じで床下収納かなり容量は入ります。まだしかもこの辺とか全然使ってないんで2人でも荷物は余裕だと思いますが、今回調理器具はですね、このお皿はこっち側で炊飯器などフライパンこっち側みたいな感じで分けてしまったんで、この蓋を何回も取る作業がちょっと手間でした。はい、この真ん中に置いてる温度計現在23度で、フロントウィンドウに置いてる温度計はなんと 39.5 度、もう40度ですね。外気温のワイヤレスの温度計、電池が切れて表示されなかったんですけど、今アプリで現在地の気温を調べたら25度でした。本来だったらこの後ろも30度余裕で超えてると思うんですけど、23度と涼しく過ごせました。キャンプ場とかだったらこのギアのドアを開けて左右のドアも全開すれば風が抜けて涼しいと思います。でもこういった騒音のするところや街中の開けれない状況ではこのエアコン本当便利です。あとはペット飼ってる方もこのクーラー重宝すると思います。サブバッテリー残量は2時間近く使用して 34% まで減りました。朝エアコンつける前は 62% だったんで 28% 消費しました。1時間あたりだいたい 14% ぐらいですかね、減ったの。クーラー切るともうすぐ暑くなってきます。中に折れません。少し気になることがあります。走行充電なんですけど、一般道を走った時1時間あたり 12% 増えました。そして昨日高速道路計測した時は1時間あたり倍近くの 22% 増えました。ちょっとおかしい気がしますんで、もう一度1時間ぐらい走行充電試してみます。ちょうど横にこの LV200 の黒のバージョンが来ました。結構かっこいいですね。これだったら商用車感もないし普段使いももってこいですね。最近の NV200 はこんな感じで小窓があります。両サイドにありますね。そしてミッションは CVT に変更されています。 CVT は無段階変速なんでさらに走り滑らかそうですね。現在サブバッテリー 34% ですね。ここから1時間走行してみます。今愛知県の東側ですね、さらに東側静岡県側にエムズアートさんがあります。でその近くにですね、道の駅豊橋というところがありまして、そこがだいたい1時間ちょっとで着きます。なんか名物のカレーうどんがあるそうなんで、お昼はそれをいただきます。高速道路走行でもう一点気になっているのがトラックの追い越しの風の煽りですね。多分大丈夫だと思うんですけど、一応確認しておきます。高速道路バイパス道路降りたら最後に燃費計測して、今回の高速道路車中旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。はい、じゃあ最後まで安全点で行ってきます。合流します。わ、トラックいっぱいですね。現在70キロでトラックがだいたい90キロぐらいですかね、追い越されました。風圧による風の煽りは全くありません。昨日は風あまり強くなかったんですけど、今日は風かなり強いです。ビュンビュンと風が車体に当たっていることがします。はい、大きいトラック来ました。全然大丈夫ですね。先ほどからも10台以上は抜かされてるんですけど、全く風で煽られることはありません。やっぱり車の形って大事なんですね。車内が仮装されていてもやはり市販されている形、空力が考えられたこのバンコンタイプのキャンピングカーはキャブコンタイプのキャンピングカーのように風で揺れたりは全くないので、高速道路での風の煽りとは無縁のようです。はい、高速道路降りました。ここからはしばらくバイパス道路が続きます。なのでもうガソリン入れて高速道路の燃費計測しちゃいます。はい、セルフのガソリンスタンドありました。高速道路の走行距離は132キロですね。写真撮っておきます。うわ、すごい車の数ですね。めちゃくちゃ盛り上がってる道の駅です。到着しました。道の駅の前が混んでいたんで、この第3駐車場に停めました。ここの道の駅は愛知県で一番大きいみたいで、すごい人気です。気になっていた高速道路での走行充電なんですけど、約1時間半走行して 67% です。出発前から比べると 33% 増えましたんで、1時間あたり 22% 増えたことになります。やはり高速道路の方が走行充電の充電量は多いようです。容量 200Ah のリチウムバッテリーが1時間で 22% 増える結果になりました。
ちなみに走行中もこの冷蔵庫はつけっぱなしなんで、本来はもうちょっと増えてると思います。かなり大きい道の駅ですね。店の前にはいろんな出店があります。ここは地元の野菜や果物が買えるようです。めちゃくちゃ広いです。大型スーパーのようで、こんなに大きい道の駅は初めて見ました。こっちは別にまたフードコートがあります。人気の理由がわかります。これが名物の豊橋カレーうどんのようです。他にもひつまぶし屋さん、カフェやパン屋さんもあります。テイクアウトできるみたいなんで車内でいただきます。いろいろ買っちゃいました。昨日の夜と今日の朝は自炊で安く済ましたんで、お昼はこうやって地元のものを豪華に買うのもいいですね。道の駅でダンディーなおじさんに声をかけていただきました。そしてお土産までいただきました。ありがとうございます。家族でいただきます。早速エアコンつけて涼みます。テイクアウトで購入したものなんですけど、名物のカレーうどんは残念ながらテイクアウトできませんでしたが、こちらの豊橋名物のカレーパンというのが売ってましたので買いました。そしてもう一つすごい美味しそうなのが、この道の駅豊橋限定の三河手筒巻きっていうんですかね。このごまのご飯の中にエビとか唐揚げが入ってます。これめちゃくちゃ美味しそうです。この手筒巻きはできたものじゃなくて注文してから作っておられました。なのでこれ今熱々です。早速こちらからいただきます。すごいごまがもうこれでもかっていうぐらいまぶされています。でもこのままかぶりついてみます。さすが愛知県、中に味噌が入っています。このエビフライの衣に味噌が絡んですごい濃厚な味わいです。噛めば噛むほどごまの食感、香りも楽しめます。美味しいです。豊橋名物カレーパンはどんな味でしょうか。こちらもいただきます。ピリ辛で美味しいです。なんかキーマカレーのようなつぶつぶの食感もありつつで、ひょっこりとうずらの卵が出てきました。これは癖になりますね。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。今はこんな感じで半分フラット半分足を下ろしてます。このレイアウトは足がすごい楽です。こんな感じで地元の名物の食べ物をテイクアウトしてこの冷えた車内で食べるっていうのもいいですよね。道の駅のご飯屋さんで買ったゴミならそこにゴミ箱ありますんで、それを捨てるのは何の問題ありません。ただ車内でできた他のゴミはそこに捨てるのは NG になります。それではエムザートさんへ向かいます。3日間の旅ももう終わりです。この NV200 キャンピングカーずっと気になっていたので、ようやく乗れてすごい嬉しかったです。最後にここで感想をお伝えします。まずは検証データ系なんですけど、燃費です。今日の高速道路は1リッターあたり 12.1 キロ走行できました。昨日の一般道山道は1リッターあたり11キロでした。キャンピングカーにしてはかなりいい数字です。軽キャブコンと同じぐらいですね。次エアコンの検証なんですが、まずは使用時間ですね。容量 200Ah リチウムバッテリーで2時間使用して 35% ぐらい減る感じでした。なので 100% からだったら 5,6 時間は使えるんじゃないでしょうか。ただそれは今の季節暑くてもマックス30度ぐらいなんで、そのぐらいの話です。これが35度以上になってくるとさらに使用時間は減ると思います。3日間このビートインエアコン使ってみて感じなんですけど、この位置が最高でしたね。ここ真ん中にあるんで、こう前全体に行けて吹き出し口は左右方向変えれますんで、ここの運転席と後ろの間仕切りカーテンをしておけば、この風がここにぶち当たってでぐるっと回って後部全体が冷えてくれます。特にこの辺座っていたんですけど、ここはもう風が直接当たりますんで、吹き出し口付近はすごく涼しかったです。でもやっぱり日光直接当たってるとこの辺は暑かったです。この天井断熱ですね、これかなり効いてました。この天井断熱がないと天井かなり熱くなるんですけど、生ぬるい感じで収まっていました。これがあるとないとではクーラーの効きは違うと思います。ただこれは先ほども伝えた通り、外気温最高で30度ぐらいだったんで、真夏の35度ぐらいは再検証が必要です。ただ晩婚で真夏直射日光が当たった状態で車内で過ごすのは無理がありそうな気もします。日陰だったらいけると思います。35度以上日光当たった状態の車内で過ごしたい方は素直に家庭エアコン搭載の断熱ボディキャブコンがおすすめです。そして走行充電の検証なんですけど、
1時間あたり高速道路は 22% 増えました。一般道は 12% ぐらいでした。検証中はこの車載冷蔵庫だけつけてました。高速道路の方が充電速度が速くなりました。そして気になっていたクーラー使用しながらリチウムバッテリー容量 200Ah で足りるのか不安だったんですけど、走行しながら2泊3日持ちました。真夏はどうでしょうか。このルーフにソーラーパネルつけたらいけそうな気もします。では高速道路旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。まずは走行面から。デメリットはないです。メリットは普通車と全く同じ走行性能でした。昨日の一般道もそうでしたが、高速道路では快適そのもの。もうこのままどこか遠くへ行きたくなりました。速度100キロ出しても安定しているし、風の煽りも皆無。最後海沿いのバイパス道路、結構風がきつくて吹き流し真横だったんですけど、全く揺れませんでした。風速は10メーターぐらいあったと思います。この後ろの下層があって多少重くなっても問題ないぐらい NV200 は走行性能が高かったです。運転席のシートも座り心地よくて、今回の高速道路旅全く疲れてません。この車で車中旅ならどうでも苦じゃありません。それでは次は車内で感じたメリットデメリットなんですけど、まずはデメリットからいきます。一つだけデメリットを感じました。この床下収納の手間ですね。ここ開けて荷物取って、で向こうも開けて荷物取ってっていうのが結構手間でした。やはり上部収納やこの棚が皆無なので全部床下になります。なので毎回開けたり出したりが必須になってきます。前回の一般の車種泊でもお伝えしたんですけど、やっぱりこの紐が欲しいですね。開ける時の。そしてダンパーみたいな感じでここで止まるものが欲しいです。でもその辺は DIY でもなんとかなりそうな気がします。でこれ結構マットが大きいので、こんな感じで例えば荷物乗っていてこの辺のものに取りたかったら一度これをのかして取る感じになります。でまた戻す感じになります。このアクションが増える感じですね。なのでもうちょっと細かく半分とかですねあれば、ここだけパカって取れたらこの辺の荷物を動かさなくていいので便利かなと思いました。次メリットなんですけど、まず1つ目、車高カーテン。これすごい良かったです。今回移動して休憩しての繰り返しだったんですけど、シェーダーじゃなくてプライベート空間が保てました。そして日光の断熱もできました。この専用のカーテン一度体験しちゃうともうシェードには戻れないですね。次感じたメリット2つ目なんですけど、この遮音性結構高かったです。高速道路エンジンつけて休まれているトラックの周りで寝たんですけど、ドアを閉めるとかなり音量下がりました。やはり鉄板むき出してなくて、この天井の断熱や横の家具、そして換気がないことにより密閉されていたような気がします。ここの天井にマックスファン換気扇のあるバンコに乗ったことあるんですけど、かなり外の音が聞こえました。ただキャブコンと比べると音はしますが、バンコにしてはいい線いってるんじゃないでしょうか。自分は問題なかったです。3つ目のメリットはこのフルフラットの広さ、このクラスで実現していることです。サイズが横139センチ、長さ180センチ確保できたのはこの薄いビルトインエアコンのおかげですね。普通はこういったエアコン横につけることが多いんですけど、リアにつけて後ろの長さ180センチ確保できたのはすごいと思います。後ろから見るとこんな感じで、この下は中につながってますので長尺物も収納できます。そしてこの横は給排水のタンクになっています。でこの黒いのはエアコンの吸気になります。このグレーの吸気口は電気系ですね。走行充電やバッテリーなどの庫内に空気を送り込みます。お座敷モードで久々に車中泊してみたんですけど、本当に広く使えました。足しんどいかなと思ったんですが意外といけました。1泊2日だったら問題ないと思います。3日間になるとしんどいと思います。車内で過ごす時間が少ないといける感じですね。最後試したここだけ開けて半分フルフラット、半分足を下ろせる状態、これ結構楽でした。この状態だったらここにくっつきを置いて玄関も作れます。フルフラット状態だったらこの玄関がなくなってしまいます。ここに靴入れますんで、乗り降りの時にちょっとコツ入れますね。入る時はこの状態で靴脱いでこの中に入れないといけません。履く時もここから取り出してここで履く感じですね。フルフラットでもここだけカットしてくれたら玄関作れていいかもしれません。この辺は自分好みのキャンピングカーにオリジナルに変えていくのもいいかもしれません。このクラスのキャンピングカーは1台で普段使いから車中泊旅までこなせる万能クラスです。初めてキャンピングカーを購入される方やすでにキャンピングカーを持っている方で普段使い用とたまにソロ車中泊用の2台目としてもありなんじゃないでしょうか。自分もかなり欲しいと思いました。あとはこういった車を仕事で使われている方の休憩室として最高だと思います。車中泊以外でもかなり活躍しそうです。
やはりクーラーの内蔵がポイント高いですね。タウンエースと NV200 どちらもバンコンタイプのコンパクトキャンピングカーとして一長一短がありますので、ぜひ実際に中に入ってチェックしてみてください。それではエムズアートに帰ります。はい、無事戻ってまいりました。ここで車の整備をされています。こちら前に紹介したアテナのキャンピングカー仕様ですね。こちらもビルトインクーラーでかなり快適でした。こちらの動画概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方チェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。